お久しぶりです。トーマスです。今日なんですけども、俺が愛してやまない中華四川料理、よだれ鶏を満を持して作っていこうと思うんだが、そもそもこのよだれ鶏っちゅう料理は、その名の通り、思い出すだけでよだれが垂れてくるほどうまい。そんぐらいうまくないとよだれ鶏とは言っちゃいけない気がする。そんなプレッシャーの中生み出された、現時点で俺が到達した最高レベルのよだれ鶏を作ってやる。誰が出るほどうまいというのは、詰まるところ、プルプル柔らかい紙食感の肉、そして黒酢ベースの極上のタレ、この2つが欠かせない。そんな感じの仕上がりを目指していく。そんな中、今日使う物はこいつらだ。まずは鶏肉の処理からかましていく。鶏肉、主役中の主役なんで、解凍品よりはなるべくいいものを買ってきた方がいいでしょう。表面の水分は臭みも含まれてるんで、キッチンペーパーなどで吸収。分厚い部分があったら開いてなるべく平らにしておく。余分な皮や脂身は気になるようだったら取り除く。この辺の脂肪はちょっと臭みがあったりする。筋も食感に影響を及ぼすんで、こんな感じで引っ張りながら切る。普段はここまで丁寧にやらんが、完璧を求めるならって感じ。鶏肉の下処理が終わったら下味をつけていく。鶏肉の重量の 1% ほどの塩、両面にまんべんなくまぶす。さらにまぶすのは塩と同量の砂糖。砂糖には水分とタンパク質を結合させる力がある。天然の保湿剤、それが砂糖。こうすることで肉がパサつかず、しっとり柔らかくジューシーな食感になる。そして加熱方法も大事。レンジとか茹でるとか、いろいろやり方あるが、家庭レベルで究極のしっとりを目指すのであれば、鶏ハム方式。これが最もお手軽で失敗が少ない。ラップを巻いたら、端っこから締めながら巻いていく。こうやって巻くことで肉に厚みが出て、火の通りが緩やかになる。究極のしっとりを目指すなら、長時間低温加熱、結局ここに行き着く。巻いたら端っこを持ってこうやってくるんくるんすると、いい感じに成形できる。成形したら、こいつをアルミに包む。水漏れしないよう二重に包んでるが、ジップロックとかでも OK だ。そしたら炊飯器の釜に水を入れ、熱湯で割って、だいたい60度ぐらいのお湯を作る。大体でいい。そこに肉を入れて、浮き上がらんように適当に重し、保温モードで1時間ほど加熱する。保温モードだと70度前後での低温調理が可能になる。これ以上上の食感を目指すなら低温調理器を買うか、炊飯器の蓋を開けっぱなしにして中の温度を60度前後にするという裏技もある。ギリギリを攻める場合は自己責任でおなしゃす。肉を待ってる間にソースを作っていく。ニンニクをみじん切り。なんかもう動画出すたびにニンニクみじん切りにしてる気がする。私の特技はニンニクのみじん切りです。同量程度の生姜もみじん切り。刻んだ薬味は片っ端から鍋にぶち込んでいく。なんでうちのチャンネルではおなじみトーチ。黒豆を発酵させた調味料で独自の風味や旨味が加わり四川風になる。こいつを大さじ1ほど刻んで加える。ない場合の代用品は同じく豆を発酵して作られるあの調味料、そう味噌。これならあるやろ。味噌大さじ1でも代用か。そしてホアジャオ、中国の山椒。風味としびれが加わる。これも大さじ1ぐらい。直前にすりつぶすとより風味が引き立つが、ミルで引いてもいいし、よく売ってるパウダータイプでももちろん OK。パウダータイプを使う場合は仕上げに振りかければいい。そしたらこの中に残りの調味料を全てぶち込む。醤油大さじ4。そして黒酢大さじ3。普通のお酢で代用できなくもないが、やはりよだれ鶏といえば黒酢でしょう。深みがまるで違う。はよ買ってこいとしか言いようがない。そして砂糖大さじ2。はい、4対3対2ね。これで味の角が取れる。そして豆板醤。こいつを大さじ半加えて、キレのある辛みを出していく。辛いのが苦手な場合は小さじ1ぐらい。そしてこいつを一度煮立たせる。さっぱりした料理なんで、油分は化粧油程度にとどめ、ここでは使わない。加熱することで、寝かせなくても角が取れて味がまとまる。煮立ったら火を止めて、ごま。あとは全然なくてもいいが、ニラでも刻んでおく。
オーソドックス肉とコアパクチー。まあ俺は全然食えるんだが、パクチー苦手な人も多いでしょうから、なんか代わり的な。まあ俺は全然余裕で食えるんだけどね。あとは余熱で火を通し、このまま置いておいてタレを冷ましておく。肉の仕上がりまでまだ時間があるんで、付け合わせを用意しておく。一応肉とタレがあれば成立する料理なんで、この辺は全てありもので構わない。まずは白髪ネギ。映えるからやってるが、めんどくさい場合は普通に小口切りでも OK。このフィルム剥がして、なるべく細めにカット。切った白髪ネギは水に5分ぐらいつけて余分な辛みを抜きシャキッとさせておく。きゅうりはまずヘタを落とし真っ二つ。さらにもう半分。そして叩く。表面にひびが入り味が絡みやすくなる。そしてさらに半分。4等分にし、あとは適当な大きさに斜め切り。千切りにするよりもこれぐらい存在感のある大きさの方が歯ごたえもあるし、濃いめのタレにも負けない。ナッツとかももしあれば砕いてトッピングに加えるといい。香ばしい香りと食感がいいアクセントになる。仕込みは以上。あとは肉の仕上がりを待つだけ。肉が仕上がりそうになったら締めるための氷水を用意しておく。この冷水に茹で上がった肉を入れ、火入れを止めて肉を休ませる。粗熱が取れたら肉を取り出す。水分もほとんど抜けておらず、かなりプリプリ柔らかそう。そしたらこの肉をお好きな大きさにカットしていく。柔らかく身が崩れやすいんで、なるべく切れる包丁を使うといいでしょう。実はこれだけで美味しい鶏ハムが出来上がっている。肉をカットしたらきゅうりの上に敷き、タレを下に引く。肉の上にタレをかけるとなんか汚いビジュアルになるから気をつけろ。そこにナッツ、白髪ネギ、あと非常に大事なの忘れてたラー油。いつも私がひいきにしている山田製油のごまラー油。唯一無二の風味で本格中華に使うラー油ならこれしか勝たん。概要欄に載せとくんで要チェックや。普通のラー油しかなかったらウーシャンフェンというスパイスをほんの少し振りかけるのもいい。あとは糸唐辛子なんかで映えさせれば俺史上最高のよだれ鶏の完成だ。ガチうめえ。これ高級中華屋で出てくるレベルだと思ってるんですけど、どうなんでしょう。誰か作ったら感想を書き込んでください。肉は水分を逃さずブリンブリン。下処理として塩と砂糖を使ったが、肉が甘くなるとかそういうことは特になく、これ半々ぐらいにしておくとなんか丸みを帯びたマイルドな塩味って感じで、タレに絡めず肉だけで食ってもかなりうまい。これだけで結構極上の鶏ハムって感じ。もちろんタレをたっぷり絡めたら飛ぶ。控えめに言って飛ぶ。そのくらいマジでうまいタレができたと思ってる。たっぷり絡めて食べるといい。あとやっぱこのラー油相性抜群すぎる。そしてこのタレが絡みついたキュウリ、これもマジ名脇役って感じでいい箸休めになる。やっぱキュウリはこれぐらい大きさがあった方が好き。完全に店。完全に店。テンション上がってすいません。よだれ鶏ね、だいぶ好物でかなり研究してたんですが、現時点での俺の最高到達点ということで、画面の前でよだれを垂らしてるそこのお前、マジ一回作って食べてほしい。後悔はさせないから。ガンバ。